鳥たちを愛するくちばし仲間の皆様、こんにちは。管理人の萌えです。今回はインスタで活躍中のかぼよもちママ様の愛鳥さんたちをお招きしました。かぼよもちママ様、ご協力くださいましてありがとうございます。よもぎちゃん、おもちちゃん、かぼすちゃんの3羽おられるので、1羽ずつご紹介いたします。1週目はさざなみインコのよもぎちゃんです。はい、図案がこちらです。サイズは L サイズで、背景の色はお任せ、お名前の表記はなしで承りました。それでは制作開始です。ご神体にちょっとご挨拶をして、でこの背景の色をお任せということでちょっと迷ったんですけど、今回はちょっと透明感のある白、クリア、ラメ感のあるクリアな色を使いました。これが大正解だったと思います。このね、光の当て具合で、この画像で見るとちょっとなんか青みがかって見えるんですけど、ほんと角度によって結構キラキラして見えて、なんか完成した姿はなんとも幻想的というか、夢の中のよもぎちゃんっていう感じで、なんかとっても素敵にできました。この色はお気に入りになりましたね。でね、このさざなみインコっていうこのインコさんのことって私全然知らなくて、かぼよもちママさんのインスタを拝見してて、なんか初めて出会ったインコちゃんだったんですけど、なんか私の知ってるインコたちとなんか全然違って、最初はすごいびっくりしました。なんかね、このくちばしが結構チャーミングっていうか、このなんかキョロちゃん的な大きいくちばしで、そう私はね赤線インコにちょっと慣れてるのでね、それで考えたら本当結構くちばしが大きくて、でね、お目目もなんかつぶらで大きくて、なんか結構はっきりしたお顔立ちしてて、なんかその雰囲気がね、なんか小桜インコとかなんかボタンインコさんとかとちょっとなんかタイプの似たインコちゃんなのかなって思ってたんですけど、でもね、もうほんと全然違う。とっても穏やかでね、そこから気になって、なんかさざなみインコさんってどんな子たちなんだろうってちょっと調べてみたりもしたんですけど、なんかね、やっぱり穏やかな子が多いみたいですね。なんか気に入ったところがあると、もうなんかそこでじーっとしてあんまり動かないとか、だからカゴからもそんなに積極的に出たがらないっていう子も結構いるみたいで、なんかね、ちょっと置物と見まがうほどに穏やかみたいですね。よもぎちゃんも本当になんか穏やかさんで、なんか見てるとすごい癒されました。でね、よもぎちゃんはの思い出のインコさんでね、私も、ポコを2年前くらいに見送ったので、このよもぎちゃんの飼い主様であるかぼよもちママさんも今もとてもね悲しんでおられると思うので、どんな風によもぎちゃんをご紹介しようかなってちょっと迷ったんですけど、だけどくちばし仲間はね、私は今もこのポコと共に歩んでいますね。この可愛くて愛しくてもう大好きっていうのはね、今元気な子も思い出の小鳥さんも、みんな変わらないって思ってるので、なので
本当にねこのかぼよもちママさんにとってもう宝である大切なインコっていうことで、そこを大切に、このくちばし仲間ではご紹介していきますね。小鳥をなくすって本当に悲しい。そう、私は何羽か見送ってきてますけど、そう15年前くらいに見送った赤星インコにスミスっていう子がいて、スミスは、作品にもしてあるのでホームページの方には載ってるんですけどね、このスミスを見送ってからの15年って長いようだけど、でもなんかスミスのことを考える上ではそんなに時間が経った気がしない。なんか今も鮮明に思い出せるし、全然色あせてないです。なんか時間が経つにつれて、なんか寂しさとか悲しさより面白かったこととかを思い出して、楽しい気持ちになることが増えたかな。スミスはなんかこう生と動を併せ持つインコっていう感じで、そう娘時代の私がもうなんか失恋してもうなんかしくしく泣いてた時にはもうなんかそっと近づいてきて、なんか顔を覗き込んでなんかピーって声をかけてくれたりとか、スミスに慰められて、余計おんおん泣いたんですけど、でもいい思い出、なんて優しい子なんだろうってその時本当胸にグッときました。だけど、一方でスミスはこの物を投げ落とすことをなんか生きがいにしているような一面もあって、目につくあらゆるものを手にかけていました本当テーブルに置いてあるものは軒並みなぎ倒すか床に落とすか。そう一番衝撃的だったのは、私の母の趣味である、大切なガラス細工がなんかいろんなパーツが取れた状態で床に転がっているのを見た時、あーって思いましたけど、でも思い出すとふふってなる。でこのかぼよもちママさんのこのインスタの投稿の中にカゴの籐で編んだカゴかながあって、でなんかこのよもぎちゃんがこうなんか熱心にかじり削りしてたカゴだそうで、もうだいぶなんか年季の入ったカゴに仕上がってたんですよ。もうなんかね、そういうのって本当もうそこにはしっかりなんかもうその子の気配がある。なんかね、インコたちのパワーって本当に凄まじくて、私たちの心に本当これ以上ない爪痕をもう本当がっつり残してってくれるんですよね。なんかそれはなんか悲しい気持ちにもさせるけれど、だけどなんか愉快な気持ちにもいっぱいさせてくれるから、だからなんかこのねタペストリーがこの小鳥たちを思い出してなんか幸せな気持ちになる、なんかそういう瞬間をなんか作れることをもう本当に心から願いながら、もう一粒一粒思いを込めて織り上げてます。もうこのねよもぎちゃんの目ができてきたあたりかな、なんかよもぎさんに私もお会いできたって結構はっきりそう思いました。これがねかぼよもちママさんにとってこのよもぎちゃんを感じられる、そういうものになることを
本当に願ってます。はい、完成しました。本当この背景の色は本当に綺麗な色でしたね。これからも使っていきたい色だな。で、最後に今回使った色全色を載せておきます。今回も見ていただいてありがとうございました。いいねと思った方、チャンネル登録、いいねよろしくお願いします。